京都府宇治市の宇治徳洲会病院。新型コロナの病床を最大12床備えていて、特に重症患者の入院治療に当たっています。まずは重症患者以外もいる1階へ。こちらの方になって、今、検査結果待ち、血液検査とか、重症ではないので、少なくとも中等症に該当するんで、中等症を見てくれはる病院さんへの転院を府のコントロールセンターがあるんで、そこを経由して決めていってもらうという形になります。この方何歳ぐらいかな？26歳ですね。結構若い方多いんですか？うんと若年者の重症化っていうのは増えてるなという印象です。この病院では中等症と診断された患者は他の病院へと移し、重症患者を中心に受け入れるシステムをとっています。うちの病院の、真の姿っていうのは多分4階にあるんで、ぜひそちらを取材してもらった方が。ここから先が、COVID の患者さんが実際に入院しているレッドゾーンですね。もともと救命救急センターの入院病棟として使われてた場所を少し工事をして COVID の患者さんを見れるようにしました。もともとこういうふうに扉を二重にしていて、ここにいろいろ中に入るスタッフのための個人防護具ですね、感染防御具がスタンバイしてあります。でこちらを開けて、でここのドアを1枚隔てると、こういうふうに感染防御具を身につけたスタッフが実際にCOVID の患者さんのベッドサイドで処置などをしています。重症患者がいるいわゆるレッドゾーンがガラス越しに見渡せます。上の部分は開いてますで、今回の COVID に関しては空気感染というよりは飛沫感染ですので、空調をですね、陰圧といって、ここですと一方向に流して処理をして外に排気するという仕組みをとっています。今回特別に記者のみでレッドゾーン内での取材が許可されました。引っ張ってグッとなるべくフィット。ガウンのほか手袋や帽子、フェイスガードなどを装着します。一旦そこ開けないといけないので一旦全員入ります。ちょっと二重にしてるので、はい、じゃあ入れますね。はい。普通に息していただいて大丈夫です。大丈夫なので。入ります。ここがレッドゾーン。ここがレッドゾーン。今グイグイエクも見られますかな。この方はエクモを装着されている。70歳の男性重症患者、抜き出した血液に酸素を入れて再び体内に戻す人工肺エクモによる治療が必要だとして2日前に運び込まれました。エクモの機械はこれですね。これがエクモですか？こちらがエクモのポンプになります。今これ何をされてるんですか？うちの病院では16時間、はい、腹外って言って要はうつ伏せになるんです。で、はい、患者さんは8時間、はい、次は仰向け仰外になるんです。はい、でそれによって、COVID 肺炎とか特に家族肺って、はい、背中側の肺に結構ダメージが強いので、はい、そのダメージをできるだけ軽減する目的で長いこと、うつ伏せになってもらう。はい、で今からその16時間が終わったので、次は8時間の仰外、つまり、仰向けという大変が、それが一番結構人手がかかる作業になります。行きます。はい、1、2の3。OK。
丈夫です。そしたらこっち傾けてください。手入れます。手入れるんで、はい。傾けて、はい、はい、OK。そしたらエクモの凍結管を持っときます。はい、凍結管持ってます。はいはい、OK。じゃあ90度いきます。1、2の3。はい。OK。じゃあ手出しますか。ね、手出すよ。はい。はい、出してます。はい。じゃあまた移動します。はい。1、2の3。はい。脱血の管はこれぐらいの色なんですね。で、血液って酸素化されると赤くなりますんで、こちらの管見てもらったら違いがわかると思うんですね。こっちが脱血、こっちが総血になりますんで、脱血から黒い血が引いてきて酸素化を良くして赤い血。なるほど。酸素化良くした血をまた静脈に戻していると。こちらは68歳の男性。この病院の内科外来を受診した際に陽性が判明し、人工呼吸器を装着しました。口から気管まで管を入れ、呼吸の補助をします。この呼吸器が難しい、それで難しい方がエクモ装着。そうですね、人工呼吸器でもやっぱり生命維持が困難になってきた場合においては、一時期的に、人工肺エクモを装着させていただいて、肺が改善してくればまた人工肺エクモを抜去離脱してですね、また人工呼吸器のみになって、それでも大丈夫やったらようやく人工呼吸器も離脱できると。人工呼吸器やエクモを装着している間は全身麻酔をかけています。こうした肺の機能を改善する装置とウイルスを抑制するとされる薬などを併用しながら治療に当たっているのです。ちょっと足元から再生しますよ。エクモ見える看護師さんって今何人ぐらいですか？うち大体50人ぐらいスタッフがいるんですけど、当初は本当に3、4名ぐらいしかいなかったんですけど、今来てくださった方とかも合わせると、10名弱ぐらいはいるかなと思ってます。お休みって取れてますか？お休みはそうですね、はい、週休は取れてますし、スタッフの希望もしっかり聞いて組んでくださってるので、はい、お休みは取れてます。ただどうしてもやっぱり残業だったりとかが増えてしまっている。日中は看護師4人、医師3人でチームを組んでいるといいます。この患者は32歳で体重130キロ。体を回転させることが難しく、喉を切開して人工呼吸器の管を直接気管に挿入する手術を行うことにしました。コロナ患者のため手術室には運ばず、レッドゾーンの中で1時間近くにわたって手術が行われました。コロナ病棟で働く医師の中には小児科医もいます。僕らコロナばっかり見てるわけでは全くなくって、特に感染症の専門医っていうのは一人もいない中で、元業務をやりくりしながらコロナのために時間を取って、みんなでやっていかんともうどうしようもないということで、もういろんな科の先生かき集めながらやってますので。現状の課題ってあります？やっぱ結構疲れてきました疲れてます。やる気だけではなんともしんどいなというのは心理的な課題はありますけどね。一方、コロナ治療のチームを率いる副院長は、病床逼迫、医療逼迫って大体皆さん入院のことを思われてると思うんですけど、実はそうじゃなくて、その周辺の先ほど申しましたように発熱者の外来、あるいは陽性者の外来ですねのあたりも我々を結構負荷にかけてるんです。でそれはやっぱり応分にいろんな医療施設に振り分け可能な業務なんですね。
そこが適切に振り分けられてないというのは非常に僕らしんどいですね。今コロナ患者を受け入れるかどうかはそれぞれの病院の心意気に頼っているのが現状です。それだけに副院長は行政に不公平感の解消を求めます。困ってる人がいたら助けるしかないと思うんですけど、まあその一つですかね。僕らも今チームの力でやってますけど、あんまり負荷かかりすぎるとちょっとやっぱりポキッと折れそうになる時もありますので、それが淡々と粛々と続くようなシステムをやっぱり行政の力で整えていただきたいなというふうに思ってます。